戦闘の監獄のリセットプレイやってくでよろしくお願いします。前回までのあらすじ。地獄に天国のような温泉街が、今回はその中でも別格に異彩を放つ魔法効果削除屋さんと合成屋さんを使ってみる。実験用に適当なアイテムを買ってから、早速やってきた。こっちは魔法効果を消せるらしい削除屋さん。では利用してみよう。ワクワク。ほなこの武者鎧で。あ、どの魔法効果ですかやと？じゃあ選んで消せるってこと？んかこれ、やりすぎちゃうか？例えばこの呪文に弱いを選んで消すと消えてデメリットなしの装備になった。これで1回10万は安すぎでしょ。ちなみにちゃんと10万ゴールド取られてた。回収屋さんほど良心的ではない。この施設はみんな使うやろうし、間違ってたらすぐ指摘入るわな。とにかくこれで好きな効果を選んで消せるってことは分かった。ということは合成屋さんもほな使ってみるで。まずベースになる方を選んで。ほなさっきの武者鎧に。次は素材になる方を選ぶ。こっちは魔法効果引き出したら消えてしまうんやったな。あ、画面変わった。初めて見る画面や。こういう UI になってんのか。ちゃんと素材は消えるって注意書きもあるし、わかりやすい。そして、やっぱりこっちも選んで映せるらしい。これはもう世界が変わっちゃうね。運の強さと属性抵抗、あと攻撃対象外が選べへんのは、ベースアイテム側もすでに同じ効果を持ってるからなんかな。一つの装備に同じカテゴリーは複数つけられないみたい。即死ドレイン石化麻痺耐性の鎧みたいなんは作れへんのか。状態抵抗っていう同じカテゴリーだからね。状態抵抗すべてみたいな効果があれば一発で解決するんだけど、見たことないな、存在するんか？まあ、兜とかコテとかに分散させればいいだけの話だし。そういえば、兜にしかつかん効果とかあるはずやけど、それを鎧に移植できたりはするんかな？後で実験してみよう。とりあえずお試しで呪文効果を移植してみよう。なるほどこんな感じね。細かい仕様はこれから検証するとしても、今の時点ですでにバランスブレイカーなのは確実。もしくはこれを前提にバランス調整されてるかやな。改めて全員の装備を確認。後でマイナス効果は全部消しとこう。黄色アイテムでも削除とか合成とかできるのかな？あ、素材に選べない。黄色アイテムから魔法効果を移植することはできひんのか。この杖みたいにレアな効果が確実につくからとんでもない装備を量産できてしまう。っていう理由かな？すでに十分とんでもないけどな。ルビーのスリッパも素材に選べへんし、多分無理なんやろ。さらに黄色アイテムは削除もできんらしい。青アイテム用のシステムなのかな？編集中に気づいたけど、合成のベースには選べたから、効果を他からくっつけることだけはできるっぽい。全滅すると消える黄色アイテムにこのシステムを使うことはなさそう。頑張っていろんな効果つけた挙句全滅なんかしたら泣いてまうわ。いや、しかしエグい施設出てきたな。今までのアイテム探しは一体何だったんだろう。
でまあ、何か使えるのないかなと思ってお店の在庫を確認してたんだけど。これは確かパート47で手に入れた村正。全敵特攻がついてるけど、中率限定やから使えんって言うてたやつやな。性格を変える効果が出てきたりすることを考えて、一応確保しておいたんだけど。これ、性格限定剥がしたらええんちゃうの？やべえの見つけちまったな。やってみるしかないやろこんなん。剥がした。残念武器が一瞬で超有能武器に。さらに、今持ってる刀についてる攻撃回数プラス5を移植。この効果のためだけに持ってたから、他は消えても問題ない。これで攻撃回数プラス5、全敵2倍ダメージの村正が出来上がった。ついでに、それで与えたダメージの 14% を回復する。すでに無敵の予感がする。試し切りさせて。さすがにテンション上がるわなこんなん。これは、なんていうか、一線超えてしもたんちゃうか？ふはははは、無敵。村正の魔力に取り憑かれてしもた。しかもこれ HP200 ぐらい回復してるんでしょ。もう死なないじゃん。ダメージが異次元すぎて、プレイ中も固まってしもてる。完全に宇宙の法則が乱れてしまった。今後は装備を変える必要はほぼなくなったな。各々最強のベースアイテムを確保したら、それに強い魔法効果をつけていくだけでいい。差し当たって全員の最強武器になるベースアイテムを確認してた。ファイターあかねちゃん、ロングソードプラス5とショートソードプラス3。侍あおいちゃん、村正と脇差しプラス3。シーフあかねちゃん、ショートソードプラス 3×2。プリーストあおいちゃんとビショップあかねちゃん、フレイルプラス3とメイスプラス3。明治あおいちゃんだけは、杖で良さそう。ちょうど武器がない。防具も後で確認しておこう。村正に全敵クリティカルつけてみた。つけてから思ったけど、そんなのなくてもほとんどの敵一撃で葬れるよね。確かに。もう一個全敵特攻あったから、ロングソードプラス5につけた。さらに HP 吸収付き。在庫にあったレア効果を全部買い戻して移植した。私も試し切りしたい。あれ、思ったほど出んな。攻撃回数が3回少ないのと、あとはやっぱり村正の性能かな。そしてこれがその村正の威力だ。1500ダメージは、現状判明してる全ての敵をワンパンできる。3倍ダメージっていう効果もあるから、ここからさらに 1.5 倍になるポテンシャルを秘めてる。やべえ以外の語彙を失うほどやべえな。そして鑑定ががぜん楽しみになってきた。何か一つでもいい効果ついてればいいんだもんね。ちょこっとアイテム集めして帰還。3階の強敵も豆腐のように切れる。防具の方もちょっとずつ揃えていかんとな。物理と魔法とブレス軽減の鎧、もう夢ではなくなった。これからはむしろそれがスタンダードになる。どの効果をどこにつけるのが最強かは、そのうち落ち着いて考えよう。ほなまた次回。